皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はこの鳥かごの寄せ植えを解体していこうと思います。この動画でも何回か仕立て直しはしているんですが、かごの中もぎゅうぎゅうで、かごの外にまで多肉が溢れ出してきています。これはこれで可愛いんですけどね。そしてやってしまいました。作業台に持っていく途中に寄せ植えのかごを落としてしまい、多肉の葉がたくさん取れてしまいました。この取れてしまった葉はまた葉ざしに使おうと思います。この鳥かごの寄せ植えが無事だったのが何よりでした。気を取り直して、今回はこの鳥かごの寄せ植えを過去動画を振り返りながら解体していこうと思います。この間買ったこれも100均で買った多肉、これをね使っていきます。であと家にある多肉をねちょっとねカットしてきました。後でこのカットした多肉と解体した多肉を比べてみるのも面白いですね。そしてこの動画内では隣で寝ていたカノンのいびきが入っていて、それもとても懐かしく思いました。そして寄せ植えの完成がこちらになります。寄せ植えしたてはこんな感じだったんですけどね。寄せ植えから約2年半が経ち、たまに仕立て直しをしたりして、鳥かごの寄せ植えもここまで成長しました。そして多肉も根を張り、土がとても硬くなってきてしまっていたため、多肉も水を吸えなくなってきてしまっていたので、今回は仕立て直しというよりは解体して植え替えをし直すことにしました。手前に植えていたリトルミッシーはいつの間にか消えてなくなってしまいましたが、それでもこのルビーネックレスとグリーンネックレスはしっかり残ってくれていたので、この鳥かごのような寄せ植えやハンギングにもおすすめです。それにしても本当に土が硬くて、ピンセットでつつきながら少しずつ土をほぐさないと、多肉を根付きで抜こうと思っていてもなかなか思うようには抜けてくれませんでした。この紅いちごですが、小さい葉でも勝手に葉ざしで増えてくれるので、こういう寄せ植えにはおすすめです。この時期になると白い花を咲かせて、それがとっても可愛いんです。次にこのレーマニーを抜こうと思ったんですが、これもなかなか抜けず、ちょっと手こずっています。ここはとりあえずレーマニーは諦めて、ピンセットを使い土をほぐしていると、こぼれた葉から紅いちごがたくさん育っていました。小さくてもこうして増えてくれるのはとても嬉しいです。思った以上に解体作業が進まないため、ここからは少し早送りでお送りします。今外した多肉はチワワエンシス。これはダイソーで購入した100均多肉です。まさか100均にこのチワワエンシスが売っているとは思わずびっくりした覚えがあります。このチワワエンシスにはもうすぐ咲きそうな花芽がついていましたが、この花芽はカットしておきます。そしてしっかり土をほぐして、またレーマニーを抜こうと思い頑張ってみたんですが、まだ抜けず、とりあえず横の黄嶺を抜いてみました。こちらは簡単に抜けました。この黄嶺、別名は月の王子です。
そして寄せ植えの中心には紅いちごがまだまだ植えてありました。この紅いちごは花がたくさんついていますね。この雅楽の舞もチワワエンシスと同じく100均の多肉です。ちなみにこの雅楽の舞はわざと外側に飛び出すように植え付けていました。葉の周りがピンクに紅葉してとても可愛いんですが、寒さに当たると溶けてなくなってしまうため、寒さに当たらないように育ててあげてくださいね。次はこの背の高くなってしまったピンクプリティを抜いていきます。こちらは意外とあっさり抜けてしまいましたね。一緒に紅いちごもついてきました。そうそう、言い忘れていましたが、解体した多肉の古い根っこや枯れ葉はきれいに取り除いておきます。やはり土が硬かったせいでしょうか。どの多肉の根を見てもあまり根が伸びていませんね。っていうか、伸びた根が水を吸えずに枯れてしまっているといった感じでしょうか。このように茎だけになり完全に枯れてしまっている多肉もありました。それでも落ちた葉からは新芽が出ていたので葉ざしに使いたいと思います。この多肉植物は茎が枯れていたり傷んだところをカットしてもそこからまた新しい芽が出てきたりもしてくれるので、増やす作業がとても楽しい植物です。ただ増やしすぎて置き場所がなくなってしまうのが悩みどころなんですけどね。こんなアイテムを使うと多肉がたくさん置けるようになりますよなんていうアイデアがあったらぜひ教えてくださいね。今一生懸命抜こうと思っているのはミソラホコです。土が固まってしまい本当に抜けません。やっと抜けたと思い引っ張り出してみると、水が好きなこのミソラホコは外葉が枯れてひょろひょろになっていました。それでもしっかり水を吸おうと太い根が生えていますね。解体作業もここまで来ればあともう一息です。次はこのピーチプリデ。このピーチプリデも初めに植え付けたのは一株ですが、いつの間にか多頭になっていてこんなに立派に成長していました。我が家の環境で育てているピーチプリデはこのように多頭になることが多く、親株も群生になりたくさんこぶいていますが、皆さんのピーチプリデはいかがでしょうか。こんな風に多頭になっていますか？もし多頭にしたいなんて方がいらっしゃいましたら、肥料をあげてみるのもいいかも。このビアホップも水不足で下葉が取れ、あまり成長もしていませんでした。同じくこのアトロプルプレアもです。一番最初に抜こうと思っていたこのレーマニーが最後の最後でやっとこのカゴから抜くことができそうです。この寄せ植えを作るときに水持ちのいい土を入れて、水の好きな多肉をたくさん入れました。それがピーチプリデやこのレーマニー、そしてミソラホコです。特にこのレーマニーは水が好きで、水切れや根詰まりを起こすと水を吸えなくなり葉が黄色くなってきてしまいます。はい、やっとすべての多肉を解体することができました。ここにも紅いちごが出てきましたね。最後にこのレーマニーの処理をして寄せ植えの解体は終わりです。今株を2つに分けたんですが、もともとは1株しか植えていなかったのでいつの間にか増えていました。このレーマニーもやはり葉が
黄色くなっていますね。ところどころカリカリに枯れた葉もついています。このカリカリになっている葉は落としておきます。はい、ということで今回は鳥かごの寄せ植えを解体していきました。いかがだったでしょうか。以前の動画を振り返りながらということで、これは寄せ植えしてから約3ヶ月後の姿です。だいぶセダムが伸びてきてしまったため、この時はセダムをカットして仕立て直しをしています。よく見てみると、手前の方は新たに多肉を足しているようです。そして今回解体したこの鳥かごですが、この鳥かごを使ってまた新しい寄せ植えを作ろうと思っています。この中の多肉もいくつか使う予定です。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。